皆様こんにちは、セリナです。今回は3月21日発売、クレドポーボーテプードルコンパクトエサンシェル N をご紹介していきます。今回リニューアル発売されたこちらのフェイスパウダーは、ベタつく環境下では余分な皮脂や汗を吸着してテカリを防いでくれて、反対に乾燥が気になるときは乾きに応じて水分を放出して乾燥から守ってくれるということで、発売前からかなり注目度が高いアイテムでしたよね。今回はこちらのパウダーの質感や塗り心地、仕上がりについてのご紹介はもちろん、それぞれ半眼ずつに保湿力が高いタイプの下地とファンデーションでベースを作った場合と、皮脂や汗を吸着してくれるサラサラに仕上がるタイプの下地やファンデーションで作ったベースの上にこちらのパウダーをのせてみて、皮脂崩れと乾燥崩れ、それぞれにどんな感じで対応するのかというところと、パフ塗りとブラシ塗りの違いについてもお見せしていきますので、少しでもパウダー選びの参考になれば嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーション比較、4月16日より価格改定をするクレドポーボーテの下地全種類比較、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、クレドポーボーテプードルコンパクトエサンシエル N。 肌に溶け込むように滑らかにフィットして朝の仕上がりを瞬時にリメイクするフェイスパウダー。ベタつく環境下では余分な皮脂、汗を吸収してテカリを防ぎ、さらに皮脂をクリームに変換して粉浮きを抑え、乾燥する環境下では乾きに応じて水分を放出し、肌の乾燥を防ぎます。ふんわりと光をまとったような美しい仕上がりが長時間持続するセンシングパウダーです。潤いを与えることで肌を滑らかに整える本格的なスキンケア成分、プレミアムアルガンオイル配合。乾燥の気にならないしっとりとした美しい肌を保ちます。それでは新作のプードルコンパクトエサンシエル N を実際に肌の上にのせていきたいと思います。こちらのパウダーは何といってもベタつく環境下では余分な皮脂や汗を吸着してテカリを防いで、さらに皮脂をクリーム化して粉浮きを抑えてくれて、反対に乾燥が気になる環境下では必要に応じて水分を放出して肌の乾燥を防いでくれるというところが大きな特徴となっています。そこで今回はこちら側の肌はしっかりとスキンケアをした上に、クレドポーボーテの中でも特に保湿感が高いと感じるボワールコレクチュール N とタンクッションエクラルミネでしっとりと高保湿な組み合わせでベースを作って、反対側はスキンケアを軽めにして皮脂やテカリを吸収してサラサラに仕上げてくれるボワールマティフィアンリ酸とタンフリュイドエクラマットを組み合わせてさらりとしたベースを作ってみました。私はもともと皮脂やテカリが気になる肌タイプなので、こちら側は比較的皮脂やテカリが気になるような状態、反対側は乾燥が気になりやすい状態を作ったので、その上に新作パウダーをのせてそれぞれの肌にどんな感じの違いが出てくるのかを見ていきたいと思います。それでは早速こちら側、保湿感抜群のしっとりとした組み合わせの上にパウダーをのせてみます。付属のパフを使って塗っていきます。パフで軽く押さえるようにつけていくとこんな感じで、しっとりと少し重さがあるようなパウダーだからか、毛穴や凹凸をフラットに整えてくれるようなカバー感を感じられます。カラー補正効果は特に感じないので、自然ですが毛穴を埋めてくれる感じがとても綺麗です。はい、まずはこちら側半分に塗ってみました。こちら側にはしっかりとツヤを感じることができるボワールルミネというファンデーションを塗っていたので、パウダーを塗ることで程よくツヤが抑えられて、ふんわりとした柔らかいマット肌に仕上がるイメージがわかりやすいと思います。そして近くで見るとこんな感じで、程よく重さもあるしっとりとしたパウダーが毛穴や凹凸をきれいに埋めてカバーしてくれます。肌の上にのせてもカラー補正効果は特に感じなかったので、厚塗り感のない自然な仕上がりですが、
このしっかりと毛穴を埋めてくれる感じがとても優秀だなと思いました。パウダー自体はとてもしっとりとしていて、肌に柔らかく馴染んでくれるので、粉っぽさは全くないですが、肌表面は滑らかでさらりとしている質感に整えてくれています。では反対側にも塗っていきます。こちらはもともと下地とファンデーションで毛穴レスでマットな質感に整えられているので、このパウダーをのせることでより毛穴が綺麗に埋まってくれます。マットな質感の肌の上にのせると、こちらのパウダーの柔らかく光を感じるような立体感を楽しむことができますね。はい、こちら側にも塗ってみました。もともと下地とファンデーションで毛穴レスな肌に仕上がっていましたが、新作パウダーをのせることでさらに凹凸感のないフラットな肌に仕上げてくれました。ただこれだけ毛穴レスな印象に仕上げてくれていますが、近くで見てもこんな感じで厚塗り感や重さはなく、適度に軽やかな印象も残してくれています。ツヤタイプのファンデーションの上にのせると、余分な油分感を抑えて、ふんわりと柔らかいソフトマット肌に仕上げてくれて、マットタイプのファンデーションの上にのせると、厚塗り感はなく、軽やかな印象のマット肌に仕上げながら、程よく立体感を感じるようなツヤを演出してくれるという仕上がりでした。この絶妙なふんわり感と立体感がとても今っぽい印象の肌に仕上げてくれるなと思います。それぞれアップで見るとこんな感じです。しっかりと毛穴や凹凸を埋めてカバーしてくれています。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ても厚塗り感のない自然なソフトマット肌に仕上がっていますが、顔の中心に絶妙に光を集めたような立体感がよりわかりやすいと思います。この自然の仕上がり、とても綺麗だと思います。そして香りについては、クレト工房店のベースメイクアイテム共通の天然ローズオイルなどを調香した香りという記載がブランドサイトにありますが、かなり弱めでほんのりと香るかな程度なので、香りが苦手な方にも比較的使いやすいタイプなんじゃないかなと思います。それではこの状態のまま4時間ほどマスクで過ごして、それぞれの崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。今回こちら側には保湿力が高い下地とファンデーション、反対側には皮脂やテカリを吸着してくれるような下地とファンデーションを組み合わせましたが、どちらも同じくらい綺麗に保ってくれていて、乾燥崩れも皮脂崩れも気にならないような状態でした。近くで見てもこんな感じで、パウダーに厚みが出るタイプなので、鼻先などマスクがよく当たる位置はファンデーションのハゲが気になりましたが、それ以外の位置は小鼻の横や毛穴に汚く溜まってしまうということもなく、また乾燥してパサついてしまったり、テカリが出てきてしまうということもなかったです。私は皮脂やテカリが気になる肌タイプなので、こちら側に塗ったような保湿系の下地と保湿系のファンデーションを組み合わせると、パウダーでしっかりと調整しないとテカリが気になってしまいますが、気になる小鼻の横や額なども全くテカリが出てきていないのと、反対側のさっぱりとした組み合わせも今日は風がとても強かったので少し乾燥が気になるなという印象でしたが、全くパサつき感のない状態で過ごすことができました。本当に必要に応じてコントロールしてくれるタイプのパウダーなんだなと思いました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じも保湿系で組み合わせた方も全くベタつき感がなく、塗りたてのようなサラッと感を持続してくれていて、反対にさっぱりとした組み合わせの方も内側に程よい保湿感が残っている感じがします。肌タイプ問わず使いやすいのはもちろん、季節問わず活躍してくれそうです。それでは上からお直しに使った時にどんな感じになるのか見てみたいと思います。テカリやベタつきは全く気になりませんが、念のため一度ティッシュで軽くオフをして、まずはこちら側をお直ししていきます。お直しで重ねても毛穴の補正力が復活してくれます。こちら側もしっとりと馴染んでいくので、乾燥して重さが出てしまうということもないですね。はい、それぞれお直しで使用するとこんな感じです。もともと崩れが気にならないタイプだったので、このくらいの距離で見てもあまり変化は感じにくいですが、近くで見ると塗りたてのような綺麗な毛穴補正効果が復活してくれました。
ただ、カラー補正効果はかなりナチュラルなので、ベースからファンデーションがよれてしまった小鼻などは、一度ファンデーションやコンシーラーなどのカバー力があるアイテムでお直しした上に、こちらのパウダーを重ねた方が綺麗に復活するんじゃないかなと思います。お直し後、アップで比較するとこんな感じです。続いては、パフ塗りとブラシ塗りでの仕上がりや崩れについての違いを見ていきたいと思います。すでにこちら側には付属のパフでパウダーを塗ってある状態なので、反対側に大きめのフェイスブラシを使ってまずは仕上がりを見ていきたいと思います。ブラシにたっぷりと取って、まずは優しく置くようにのせて、そこからくるくる磨くように重ねていきます。かなりしっとりとしているパウダーなので、粉含みもよく、ブラシでもたっぷりとのせることができます。そしてブラシ塗りをするとより軽やかで、この絶妙な光が乗る感じがよりわかりやすいです。はい、こちら側はパフ塗り、反対側はフェイスパウダーブラシを使って塗ってみました。パフを使ってしっかりと重ねても厚塗り感は出ていませんが、やはりブラシ塗りの方が肌の厚みがさらに自然で、そして何よりもブラシ塗りをした方は自然な光を集めるような立体感がとても綺麗に出ていると思います。近くで見てもこんな感じで自然に毛穴はカバーしてくれていますが、やはり透け感は残るので、しっかりと毛穴や凹凸を埋めてフラットな肌に見せたいという方はパフ塗りがおすすめ。より軽やかで自然な光を集める立体感を感じたいという方はブラシ塗りがおすすめかなと思います。それぞれアップで見るとこんな感じです。どちらの仕上がりもとても綺麗ですよね。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりそれぞれのカバー感の違いと、ブラシ塗りをした方の顔を動かした時に顔の高い位置に自然な光を集めている感じがわかりやすいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。やはりブラシ塗りをした方もパフ塗りと同様、皮脂崩れも乾燥崩れも気にならない塗りたてのような綺麗な肌に保ってくれました。近くで見てもこんな感じで、程よい透け感は残っていますが、しっかりと毛穴補正をしてくれている感じもちゃんと持続しています。ただ、ブラシ塗りでも鼻の頭のファンデーションのハゲは気になるので、こういった部分のみポイントでしっかりとお直しをしてあげれば、とても快適に過ごせそうです。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じも小鼻にベタつきが出てしまったり、乾燥してパサついてしまうということもなかったので、ブラシ塗りとパフ塗りは仕上がりのお好みで使い分けていただけるんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じで3月21日発売、クレート工房亭プードルコンパクトエサンシエル N をご紹介していきました。今回、皮脂崩れと乾燥対策にそれぞれどんな感じにアプローチしてくれるのかというところも見ていきましたが、本当にブランドからの説明の通り、皮脂が気になる部分はサラサラで快適に過ごしやすく、乾燥が気になる部分はパサついたり粉っぽくなってしまうことなく、しっとり柔らかな質感が長時間持続してくれるという、とても優秀なパウダーでした。個人的には大きめのフェイスブラシでふんわりと磨くようにつけると、自然な光を集めたような絶妙な立体感がとても綺麗だなと思いました。また今後別の動画で他ブランドの人気プレストパウダーとの比較などもご紹介していきたいなと考えております。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。